はい、皆さんこんにちは。モノルです。今回はブルックウィンクマン P5 コンバーターっていうね、ブルックの新作コンバーターについて、紹介していきたいと思います。今までブルック社のコンバーターといえば FGC2 と FGC-VX っていうのがあってですね、FGC2 は PlayStation 5に接続できるコンバーターで、FGC-VX になって PlayStation 4にもつなげることができるようになりました。で、こちらの P5 ではさらにですね、無線機能っていうのが追加されてます。これが具体的にどういうことかというとですね、Bluetooth 機能が搭載されて、DualShock 4やXbox のシリーズコントローラーのようなですね、純正コントローラーを無線でこちらにつなげることができるようになったということです。若干 FGC-VX の頃とはね、使い勝手ちょっと変わっているところもあったりします。ゲームプレイとか、あと遅延の検証とかもね、やってきたので、そちらの方をね、見ていただきたいと思います。そしたら、行ってみましょう。はい、モノルの方でですね、価格だけちょっと見ていきたいと思うんですが、ブルックウィングマン P5 ですね、価格今現在19,000円という価格で Amazon で販売されていました。以前の FGC2 や FGC-VX は 9,980 円ということで、ほんの少し1000円ぐらいですね、割高になっているのは無線機能がついたからっていうことみたいですね。はい。そしたら、箱の中身の方ちょっと見ていきたいと思います。本体の方はすでに取り出してるんですけど、よいしょ。はい。こんな感じのね、ブルックの箱に入ってますね。いつもとちょっと違うところがね、この USB ケーブルですね。USB の延長ケーブルが付属するようになりました。で、この延長ケーブルですね、見ての通り USB Type-C からですね、この USB Type-A のメスっていうね、そんな感じの延長ケーブルになっているので、PlayStation 5に接続するときにですね、こう前面に接続することができるようになっていてですね、若干これまでのね、コンバーターであった熱問題っていうのに対策できるようになってます。フロント側であれば排熱がないので、熱がね、こもりづらいっていうね、そんな仕組みですね。他にはこちらのこんなステッカーですね、ブルックのステッカーが入っていて、これだけかな。あとこれですね。あとは簡単なクイックガイドみたいなのがついていましたね。どこに何を接続すればいいか分かりやすく書かれているのとですね、QR コードが入ってますね。はい、こんな中身になってました。で、本体の方ちょっと見ていくとですね、こんなデザインになってます。今までのね、FGC-VX のデザインっていうのがこんな感じだったんで、だいぶちょっとかっこよくなったかなって思いますね。今までのこんな感じでね。シンプルで、これはこれで良かったんですけど、ちょっと PlayStation 5に合わせてきたようなデザインになってます。で、今まではね、ボタンっていうのがここのサイドに、ここに、透明なボタンっていうのが両サイドについてましたが、ウィングマン P5 からはですね、ここですね、真ん中にボタンがついてます。この LED で光る部分がボタンになっているって形です。ファームウェアアップデートでこのボタン使ったりしますね。この先端側を PlayStation 5につなげて、こちら側にコントローラーをつなげるっていうね、そんな仕組みになってます。はい。で、こちらのコンバーター使う前にファームウェアアップデートっていうのをね、やっておくのがいいかなと思います。ファームウェアアップデートはですね、まず PC でブルック社のウェブサイトに行って、で、ダウンロードのページからですね、ウィングマンですね。で、この Web っていうね、ファームウェアアップデートのところを開きます。はい。そしたらですね、こんな風に解説があります。ステップ1でまずボタンを押しながら PC に接続してくださいということなんで、ボタンを押しながら PC に接続します。はい。そしたらこんな風に紫色に光ってですね、接続が行われますので、この状態でコネクトを押します。そしたらですね、接続ってしてやると、はい。こんな感じでファームウェアアップデートができるようになりますね。今私もすでに最新版にアップデートしてるんですけど、これでスタートって押すとファームウェアアップデートが開始されてしばらく待っていると完了します。最新のファームウェアアップデートでは Xbox コントローラー関連のね、無線の接続性が安定するようになってますとかそういったことも書かれているので結構ね、これ重要なのでね、使う前にはやっておくといいかなと思います。そしたらこちらのコンバータ早速 PlayStation 5につなげてちょっと見ていきたいと思います。PlayStation 5の背面の USB ポートからですね、こんな感じで USB の、延長ケーブルで、口を持ってきてですね、この Wingman P5 つなげていきたいと思います。まずは普通にこうやって挿してあげてですね。で、一旦ですね、有線の USB ケーブルをつなげてあげます。よいしょ。で、コントローラーにね、こんな感じでケーブルさせてあげますね。はい。
そしたらこんな風に LED がお点灯して、これでもうすでに、はい。この Xbox のコントローラーが PlayStation 5で使うことができるようになってますね。はい。問題なく使えてます。ちょっとそうだな。まずここからですか。コントローラーの動作チェックっていうところで、やっていきたいと思います。よいしょ。はい。今振動がね、結構来てるんですけど、振動機能にもですね、この P5 からはね、デフォルトで対応してますね。コントローラーデモっていうことで、こちらをやっていきたいと思います。アダプティブトリガー。トリガーもちゃんと反応しますね。タッチパッドですね、問題は。はい。今現状ですね、このビューボタンですか。こちらのボタンでですね、タッチパッドボタンがしっかりと機能するようになってますね。で、このボタンを押しながら右スティックをこういう風に操作するだけでですね、この操作っていうのもできるようになってます。ビューボタンとこの右スティック押し込みを一回押すとですね、この、ビューボタン単体で押すだけではタッチパッドボタンが機能しなくなってですね、ビューボタンと右スティック押し込みでタッチパッドボタンが機能します。例えば Apex Legends でマップを開きたいときにね、結構これがどこにあるかわかんなくなって困るっていう方いらっしゃるんですけど、通常ビューボタンをね、押せばマップ開くんですけど、ビューボタンと右スティック押し込みを同時押しするとですね、こんな風にビューボタン単押しではタッチパッドボタン機能しなくなって、ビューボタンと右スティック押し込みでタッチパッドボタンが機能するっていう、そんな風になってますね。このあたりは FGCVX と変わりはないですね。ビューボタン単体でタッチパッドボタンにしたければ、ビューボタンと左スティック押し込みを押してあげれば、ビューボタン単体で、はい、マップが開けるっていう感じになりますね。はい。で、マイクとかですね、ヘッドセットのこの端子類とかもまだ現状対応してないので、こちらを使いたいという方はですね、ちょっと別でね、対策が必要になってきますね。USB ダックとか USB のヘッドセットとかをね、別途購入する必要が出てくると、そういうことになってます。でですね、この状態でですね、USB ケーブルをちょっと抜いてみたいと思います。よいしょ。よいしょ。そうですね。これで、はい。これだけでですね、Bluetooth 接続ができてます。なので、これでもうすでに、はい。そうですね。無線で、全くケーブルつながずにタッチパッドボタン反応しますし、特殊ボタンとかもしっかり反応しますね。はい。なので、一旦 USB ケーブルで接続してあげて、で、USB ケーブルを外すと、Bluetooth で接続ができるっていう形になっています。このね、Bluetooth で接続できるのは基本的にこういう純正コントローラーだけが対応しているということですね。Bluetooth 接続できている状態で、一旦ですね、PlayStation の電源を切ってみます。よいしょ。でですね、コントローラーの電源もですね、Xbox ボタンを長押しして切っておきますね。はい。この状態でもう一度 PlayStation 5を起動します。そしたら、Xbox のコントローラーを電源オンにしたらですね、自動的にこうやってですね、接続ができますので、一度ペアリングすればもうね、もう一度有線ケーブルで接続する必要はないっていうことになってます。はい。で、こちら今現在ですね、PC の方に、ブルックの Wingman P5 を経由してですね、Xbox のコントローラーをつなげてます。で、ゲームパッドテスターで見ていくと分かる通りですね、ちょっとデッドゾーンがおそらくこれは入ってますね。ちょっと動かしただけじゃスティックが反応しません。で、これですね、今までの FGCVX とかであればですね、デフォルトでこのデッドゾーンっていうのは入ってなかったんですけど、このね、P5 からはデッドゾーンがデフォルトで入るようになったみたいです。なので、ブルックのコンバーターセンターっていうソフトをダウンロードしてきてですね、デッドゾーンを切ってあげる必要があります。ブルックコンバーターセンターですね。こちらのファームウェアっていうところからダウンロードページに行っていただいて、セッティングツールですね。こちらに行くと、ブルックコンバーターセンターっていうのがあるので、ここでね、ダウンロードができます。この Windows っていうところをね、クリックしてください。はい。で、起動するとこんな感じの画面が出てくるので、新規ファイルですね。なんか P5 New。はい。で、これでね、Xbox
PS スイッチって選べるんですけど、一旦 PS でいいかな。はい。確認ってしてあげて、で、こんな感じのね、プロファイルの設定画面に来るので、最初未接続って出ますので、こちらですね、一回 P5 を外してあげて、ボタンを押しながら PC に接続してあげます。しばらくボタンを押し続けてあげてですね、やるとこんな感じでブルックコンバータセンターが認識しますので、これで OK ですね。で、設定したいところっていうのがですね、こちらのジョイスティックのデッドゾーンっていうところです。これをオンにしてあげて、設定をコンバーターに同期するっていう風にします。はい、完了って出ました。はい、これで一旦ここのマークのところをクリックしてですね、で P5 の方にコントローラーを接続してあげます。で、これでコントローラー接続してあげてですね、もう一回ゲームパッドテスターを見てみると、しっかりデッドゾーンが切れてますね。これでですね、ちゃんとデッドゾーンを切って使うことができるようになりました。はい、今回もですね、ブルックウィングマン P5 を使って PlayStation 5に接続した時の遅延の方を計測してきました。計測方法に関してはですね、PlayStation 5のストリートファイター6でですね、2P 対戦をしてですね、片方にデュアルセンス H を直接 PlayStation 5に接続したもので、もう片方に検証対象のコントローラーを接続して、コパンを同時に電子回路を用いて打ちます。その時にデュアルセンスエッジに対して何フレーム遅れたかっていうのをですね、100回計測して、それの平均ですね、何フレームずれたかっていうところからですね、実際の何ミリセカンドの遅延があったかっていうのを計測してます。デュアルセンス H の方に関してはですね、画面を 240fps のカメラでね、ハイスピードカメラで撮影してですね、実際のこの PlayStation 5とモニターですね、の遅延っていうのをすべてフルシステムレイテンシーという形でですね、計測した値 67.63 ミリセカンドっていうのをですね、基準値として計測して使っています。このグラフですね、グレーのものが直接 PlayStation 5に接続したコントローラーの遅延になってますね。で、ブルーの背景のグラフっていうのがですね、こちら、ブルックウィングマン P5 を使って、PlayStation 5に接続した時の遅延になってます。まずですね、見たいところっていうのは DualShock 4ですかね。こちら有線接続でね、P5 経由で接続してもですね、DualSense H の直接有線接続したものと比べて遅延は全く見られなかったです。こちらすべてね、ボタンの遅延ということなんで、スティックの遅延に関してはね、測れてないんですけども、スティック遅延が優秀なコントローラーとしてですね、Vader 5 Pro っていうのがありますね。Vader 5 Pro に関してもね、P5 経由で接続しても全く遅延なかったですし、なんとね、こちら 2.4GHz のワイヤレスドングルをこちらの P5 に接続してですね、使っても遅延が見られなかったので、こちら非常にこのね、P5 経由で使うのにおすすめのコントローラーになってます。同様に G7 Pro の有線接続とか、あとはね、Void PS4 Firebird なんかもね、非常に優秀な成績でした。このあたりのね、遅延の傾向っていうのはですね、以前計測したブルックウィングマン FGCVX とかとね、ほとんど変化がないので、遅延性能に関してはですね、おそらく違いがないのかなと思いますし、実際ブルック社の方からそのように伺ってますので、遅延性能に関してはね、相変わらずすごく優れているということがわかるかなと思います。はい、Apex Legends の方にね、来てみました。今ですね、Vader 5 Pro 無線ドングルで接続しているっていう状態になってます。しっかりと使うことができてます。全く問題なくね、使うことができるかなと思いますね。でですね、こうやってブルックウィングマン P5 を使ってですね、PlayStation 5版 Apex をやっても大丈夫ですかという質問めちゃくちゃ来るのでですね、一応お話をね、そこのところしておきたいと思うんですけど、基本的にですね、利用規約違反ではありません。プレイステーションの方にはですね、プレイステーション5に接続しても大丈夫ですかっていうことを聞いて、それは問題ないですということをしっかりとね、回答もらってますし、EA の方にはですね、プレイステーション5版の Apex で、ブルック社製のコンバータを使った場合にね、利用規約違反になりますかっていうことを聞いていてですね、利用規約違反にはならないという回答を得ています。家に関してはですね、一点注意事項もね、伝えてもらっていてですね、こういうコンバーターを使うことによって可能になるチート行為ですね、連射機能だったりマクロ機能だったりね、そういったものを悪用するとですね、当然ですけど、バン対象になりますよということは
伝えられてますのでね、もちろんそういうことね、されないとは思うんですけど、そこだけ、注意をしてください。こちらの製品もそうですけどね、コンバータっていう名称なだけでですね、別にキーボードマウスをこれで繋ぐことができるようになるような製品ではないので、一般的に言われているね、キーマウコンバーターを使ってですね、エイムアシストをキーマウでもつけるみたいな、そんな用途には全く使えませんので、そこはね、全く違う製品であるっていうね、ことを、理解いただけたら、嬉しいかなと思います。はい。で、ゲームプレイの方を見ていただきたいんですが、こちらは PlayStation 5版の Apex のワイルドカードになります。まずはね、ベーダー5 Pro ですね。こちらを、無線ドングル接続して使ってみたっていうね、そんな動画になってますね。無線ドングルめちゃくちゃ速いコントローラーで、スティック遅延もないということで、かなり強く使うことができます。マイクロスイッチボタンになるトリガーストップもついていてですね、ショルダーに追加ボタンがあって、背面4ボタンですけど、下2つはちょっと脆いんでね、私は使ってないですが、実際使ってるのが追加ボタン4つっていうことで、Apex すごくね、これでも快適に遊ぶことができるようになるのでね、ベーダー5 Pro をこの P5 と使うっていうのはめちゃくちゃおすすめですね。PC 版でも一番今おすすめしている Apex 向けのコントローラーが Vader 5 Pro になってます。もちろん Blitz 2とか G7 Pro とかね、そういった人気コントローラーを使うこともできますので、好きなコントローラーがある方はそちらをね、使ってもすごくいいかなって思います。で、場面変わってこちらはね、DualShock 4ですね。こちらに背面ボタンアタッチメントをね、公式のやつをつけて、で、Bluetooth 接続で遊んでみたっていう映像になってます。遅延の方がね、若干増えるっていうことなんですが、実際触ってた感覚、そこまでね、遅延が増えてるっていう感じはね、大きくはしなかったですね。かなりこれもね、強く使っていけるので、DualShock 4を使いたいよっていう方にもですね、かなりおすすめですね。通常、PlayStation 5向けのゲームでは DualShock 4っていうのはね、使えないんですけど、こんなP5 なんかを使ってあげるとですね、使うことができるっていうね、そんな形になってます。若干エイムがね、下ってるような気もしなくもないんですけどね、この辺りが遅延のせいなのか、それとも私が久しぶりにDualShock 4を使ったからなのかっていうね、ところはよくわからないところではありますね。慣れればね、もちろん全然、強く使えるコントローラーだと思いますし、未だにね、DualShock 4、DualSense とか DualSense Edge あたりっていうのは完全にね、トップクラスのコントローラーっていうのはね、変わらないと思いますから、こういうね、コントローラー使うっていうために使うのもね、全然ありな気がしますね。はい、最後に私が今メインで使っているコントローラー、Void PS4 Firebird ですね。こちらを使ってみました。Bluetooth 機能がオミットされているので、有線ケーブル接続でね、つなげて使ったんですが、やっぱりこのコントローラーはね、こうやって PlayStation 5で使ってもめちゃくちゃ強いコントローラーだなっていう風に改めて思いました。他のコントローラーと比べるとなおさらよくわかるかなっていう気がしましたね。かなりね、自信持って戦っていけるっていう、そういうね、感覚が本当に出てくるようなコントローラーですから、現状ですね、これに勝つコントローラーっていうのがまだないっていうのはね、確かなので、結構今はプロゲーマーの方が使われるようになってきつつあるのかなっていうところでですね、それを真似して使ってみたいよなんていう方にもね、P5 おすすめです。はい、で最後にですね Xbox のシリーズコントローラー純コンの方でですね、こちら Bluetooth 接続でアセットコルサを遊んできました。振動機能がね一応追加されてるっていうのがね、標準で追加されてるっていうのが P5 の特徴だったりするんで、そちらも見てみたいなということで使ってみたんですが、振動機能に関してはね、正直おまけ程度かなっていうふうに思います。なので、レーシングゲームみたいに、なんかグリップ感とかをね、フィードバックをこう振動から得てですね、それで、操作をこうもっと変えていくみたいなね、そういう用途にはあんまり向かなくて、シンプルな合図ぐらいの振動を感じる用途ぐらいにしかね、多分使えないかなっていうふうには思いました。でそれ以外の部分ですね、このコントローラーを操作していて何か問題があったっていうところはね全くなくてですね、非常に使いやすかったかなっていうふうに思います。
Xbox の Bluetooth 接続に関してですね、ちょっと以前のファームウェアではですね、ちょっと接続が不安定になるみたいな問題があったみたいなんですけど、そちらもね、すごくスピーディーにですね、しっかりと修正対応のファームウェアが配布されたりとかですね、しているので、非常にね、そういったところ、ブルック社の対応っていうのは本当にいつも素早くてですね、いいなっていうふうには思っているところなんで、そのあたりね、ファームウェアアップデートっていうところさえね、ちゃんとしてあげればですね、しっかり使っていけるコンバーターなんじゃないかなって思うんで、そのあたりはね、すごく好印象があるところですね。プレイステーション5版のアセットコルサーがね結構難しくてですね、PC と同じセッティングでね、走らせたんですけど、なかなかタイム伸ばせなくてですね、なんとか1分48秒530っていうね、こんなタイムが出すことができました。はい、以上ですね。ブルックウィングマン P5 コンバーターのレビューをしてきましたが、いかがだったでしょうか。以前の FGCVX とかと同じようにすごく遅延も優れてますし、さらに追加で Bluetooth 接続機能がついたということでですね、純正コントローラーを Bluetooth で接続して使いたいという方にはね、非常におすすめのコンバーターになっているかなと思います。もちろん他のサードパーティー製コントローラーをつなげて使ったりとかもできますので、そういったね、私と同じようにいろんなコントローラーを使ってですね、ゲームを楽しみたいっていう方にはね、超おすすめの製品になっているかなと思いました。はい。それで私はこちらモノルっていうウェブサイトの管理人もやっています。今回ご紹介したブルックウィングマン P5 の価格も随時更新していきますし、口コミの方もね、書き込むことができるのでですね、ぜひこちら口コミの方を書き込んでいってくださったら嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。はい。また今回の動画が参考になったと思ったら、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。以上、モノルでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。